ていただきたい一品です。3回ずつ合格もらうの全種類。週末は普通に1000は超えますね。全部美味しかった。美味しかった。全部美味しかった。1ヶ月前ぐらいに陶器市に行って買いました。女性の気持ちも考えられてる、いい感じにめっちゃ美味しいです。スパイシーポテトサラダエビシソが一番好きです。レバーとサガリのレタナスの煮浸しです。おはようございます。今日はよろしくお願いします。どんどん解体されます。そうです。もう何年ぐらい働かれてますか？もともと大橋の系列の方にアルバイトで4年で社員として半年くらい働いてて、こっちにいる間でこっちで半年、今こっちで半年ぐらいです。はい、高校生の時に焼き鳥が食べたい思いでアルバイトに応募して受かって4年間働いてみて、この会社が好きになったから、焼き鳥が好きってわけじゃ焼き鳥も好きなんですけど、もちろん会社が好きだから働いてるっていう感じです。はい。料理長さんとお伺いしたんですけど、焼き鳥つぶさんの料理のコンセプトとか。季節の野菜とか魚とかを使って季節メニューとかで、他のお店にない味とか工夫はしてます。もう長いんですか？社員になったのは一昨年の4月なんで1年2年目。今はホールですけど、焼いたりもするんですか？はい。前はずっと担当でした。焼き場。あ、焼き担当だったんですね。今順番が回ってホールになりました。それぞれみんな各部署を担当するということですね。焼く試験というか、そういうのがあるんですか？試験的な。そうですね。最初一番博多の方の系列店で働いてたんですけど、その時にまず店長の試験が
があって、店長にもう3回ずつ合格もらうの、全種類3回ずつ合格もらうまで焼き続けて、それを合格したら次社長からのテストがあって、2、3ヶ月ぐらいはかかったと思います。焼けるようになるまで、はい、お客さんの前で焼いていいよってなるまで。一発合格とかでした。いやいやいや、全然これ味濃いとか、なんか焼けてないとか、あ、焼けてない。はい、めっちゃありました今まで。厳しい試験に合格して、やっとこの焼き場に立てるわけですね。そうです。これが手羽元って言って、手羽先の上についている大手羽っていうところの骨をくり抜いたところで、ソリ、赤、ささみ、せせり、振り袖です。でつけて食べるんですよ。サガリです。サガリですね。和牛サガリ。16日から夏メニューが始まるんで、その仕込みをしてます。で、お酒の選ばれたりとかしてるんですか？は酒蔵とかに行かせていただく機会があって、その時に飲んで美味しかったものとかを積極的に入れてます。店主さんの一番おすすめの焼き鳥は何でしょう？鶏はすだちだき身です。生のその柑橘使った皮を入れてるところがないっていうのと、やっぱ胸肉なんでちょっと中はレアめというか、その焼き加減にもこだわってるので、ぜひ食べていただきたい一品です。一本です。ありがとうございます。丸八です。まだ初ですね。はい。そこのハツが開いてなくて、そのまま丸い感じで出してるんです。しっかり美味しさを逃がさずに焼けるので、めちゃくちゃおすすめです。もともと系列店舗で、男性しか焼き師さんがいなくて、自分が社員になった時に、女性が3人いて、その時にキッチンをさせていただいてて、で、焼いてみたらっていうその先輩の声かけがあって、実際にこう焼いてる女性もいないし、焼いてみたいと思って焼き場に入りました。で、そこから女性社員さんも増えてきて、焼きをできるスタッフさんも増えたっていうところで、女性だけでこう焼き鳥屋さんってなかなかないし、すごい輝ける場所としてできたらいいなっていうのから、つむぐができました。で、あっちが今コースのじゃあカツアンドナスの煮浸しです。
めの串。おすすめの串ですか？はい。巻物になるんですけど、エビしそ豚巻きがめちゃめちゃ美味しいです。エビがとにかくプリプリでめっちゃ豚バラと合います。チーズシューマイ。屋さんから朝仕入れたのを、入荷してもらって、それを自分たちの大きさでさばいてます。ポテサラはちょっと変わってて、カレーの風味がとたくあんをあえてるんですけれども、それがちょっと他ではないかなっていう。ないですね。はい。はい。もう初めて聞きました。ありがとうございます。レバポテモナカです。おお、すごい。失礼いたします。いちじくバターでございます。いちじくバター。おすすめは丸発がおすすめです。リッチしてる食感でみんな大好きだと思います。バターナッツ仕上がります。失礼いたします。お待たせしました。ブローチですね。はい。こちら生ビールです。接客で気をつけられていることとかありますか？一つ目はまず笑顔で接客することと、お客様の様子とかを見てこう常になんか呼んでないかなとか、こっちからアクションを起こせるようにすることと、お客様の目線に合わせて接客することですね。はい。仕上げ完成。なんかみんな入ってる。あ、常連の入ってないんです。これを見とってもらったらLINE アカウントが公式のやつがあるんですけど、一応毎回そのスタンプが、9個あって、その1個1個食べて得点がその都度あるんですけど、最後の9個目になったら VIP カードがあって、もう毎回お会計が 10% オフになる特典の、そのもうずっとっていうお得がある、いろいろあるんで、よかったらご登録。唐揚げではい、大人の唐揚げで
ちょっと辛くなってます。パリパリピーマンです。こちら肉味噌をつけてお召し上がりください。日本酒選んでくださった方にこれも選んでもらってます。おちょこで、これとかは陶器市行って足運んで実際に買ったお気に入りのおちょこです。1ヶ月前ぐらいに陶器市に行って買いました。桜エビとタケノコのシュー季節のやつです。失礼いたします。桜エビとタケノコのシューマイです。お好みで抹茶塩をつけてください。女性だけだからこそ安い感じが環境がしやすくて、こうした方がいいんじゃないかなとか相談がある時も、女性だからこう輪になって話せる環境だと思います。はい。結構みんなしっかりどういう職場かっていうのを調べてきてくれてるんで、やっぱそこはしっかり伝わってるからこそ、みんなも楽しく続けれてるのかなとは感じてます。最初からそこそこやる気のある子しか来てないのかもしれないですね。それは結構あるのかな。でもだから雰囲気見ていいなとか、お客さんから来てくれた子もいるし、お願いしていい？何百本とかなんか数えたことありますか？でも週末は普通に1000は超えますね。1000本以上。1000本以上は超えます。お
味付けとかしないで細かく切ってワンちゃん用で出してあげるワンちゃんに優しいお店ですね。こっちこっちこっちむっちゃん。よく来られるんですか？で初めてで、それこそドッグランでちょっと教えていただいて、こちらでワンちゃん連れてきて連れてこれるって聞いたので、初めて、伺家族いましですからね。あやさんのおすすめの串はとネギマです。博多地鶏を使ってて、口の中に食べた時に口の中に甘みが広がるのがすごく美味しいです。ネギ塩塩化和串です。ズリの希少部位。おすすめの串は1個に決めなくて、まずは丸ハツはハツって私めっちゃ大好物なんですけど、丸いんですよ。丸く刺されてるんですよ。でプリプリ感がもう本当に丸ハツはおすすめです。あとサガリですね。サガリ串はなんか真ん中にトマトも刺さってて食べやすいです。ちゃんと女性の気持ちも考えられてる、いい感じにめっちゃ美味しいです。はいストレス野菜。きなこまかんぱちです。お好みでごま吸ってかけてお召し上がりください。もうでもセントのやつ失礼します。スパイシーポテトサラダお待ちしております。レバーとサガリのタレです。お好みでからしにつけてこちらもお召し上がりください。失礼します。じゃあマルハツです。お早めにお召し上がりください。すだちだけ。こちらもお早めにお召し上がりください。失礼します。それのほうじ茶プリンです。今日岡山からということで。そうです。今日初めて来られてお料理どうでした？美味しかった。全部美味しかった。美味しかった。特に何が良かったですか？いやでもこれメニューこの部位はもう全部美味しかった。美味しかった。全部美味しかった。はい、しっかりしてる。全部食べた。全部。筑前煮も美味しかった。あ、筑前煮。ね、筑前煮も美味しかった。味がしっかりして。はい。皆さん来てください。お待ちしてます。ありがとうございます。天井に頭が当たりそうな。空間にはまず串に関してはやっぱこう地鶏っていうところをメインに使わせていただいてて、その高田地鶏だったりとか今はその宮崎地鶏を仕入れてるんですけど、週に2回丸鶏をさばいて、希少部位としてさせていただいているのと、他の一品物も、焼き鳥屋さんに比べたらやっぱ一品物も多いくはなってるのかなと思うんですけど、その旬の食材を、しっかり使用して、なんか女性ならではの繊細さというか
なんかこだわりが、まあ、ちょっとでもこう伝わればいいなっていうところはやっぱ一つ一つこだわってるのと、まあ、食材もそうなんですけどお皿とか盛り付けとか女性だからこそのもうところをやっぱ追求して、まあ、みんなで社員間ではこれいいよねあれいいよねっていうのは話しながら、まあ、こうお皿選びとかも言ってます。